俺は今とある場所に潜入してこの文章を書いている。北朝鮮の人口は2500万人ほどいるが、どのような生活を送っているのだろうか。他にもどんな生活なのか、あなたもぜひコメント欄に書いてほしい。では潜入開始。ネタいネタ三昧。国の中では、あなたは北朝鮮といえば何を思い浮かべるだろうか。もしかしたら昔の電話を思い浮かべる人もいるかもしれない。なんせこの国のリーダーは欲しいものが手に入らないとき暴れん坊将軍だ。テレビで他国をブーブー罵り脅し、そしてミサイルまでチュドーンする。諸外国はこれを無視できず、しょうがないんごと援助する。お花畑状態な指導者はその繰り返し。よほど物がない国のように思える。とはいえ首都平壌のカフェにはタブレットやスマホを持った若者がいる。タピる人はいないが高級車を持っている人もいるくらいだ。北朝鮮という国、そして国民はどのようにしてお金を稼いでいるのか、次から詳しく見ていこう。どう稼ぐ？ミサイルの開発・発射の費用はとにかくヤバタ2円だ。短距離弾道ミサイルは2億円から5億円、中距離弾道ミサイルは13億円から17億円、そして長距離弾道ミサイルは840億円かかるから草も生えない。しかしそんなお金をどこから得ているのだろうか。実は北朝鮮は金を得るためにおよそ10万人の労働者を出稼ぎさせている。彼らは海外で外貨を稼いでおり、その額年間およそ2億円から5億円。国外で働く労働者は24時間ずっと当局の監視を受ける。しかも収入のほとんどは国に没収され、本人の手に入る金はスズメの涙。さらに最近ではサイバー攻撃も行っている。標的は金融機関や仮想通貨の取引所だ。高度なサイバー攻撃でおよそ2000億円もの資金を獲得しているとされている。手段は結構ヤバみだけど、それなりに潤っているようにも見える。だがそのお金は兵器開発、核開発の費用、国民に回ることはワンチャンもない。庶民の生活。ソ連が崩壊した1991年、北朝鮮は20万人から30万人が餓死した。それまで収穫された食料は国民に平等に配給されていた。しかし1994年の配給量は1日 450g ほど、1997年には1日 128g にまで激減。こうなると国内では闇市がどちゃくそ広がり始める。今では北朝鮮国民の5人に1人が闇市に依存待ったなし。人々は路上で謎の肉を売ったり、国外のタバコやビールを売ったりしている。皮肉にも闇市で仕事をしている女性は夫の何倍も稼ぐのだそうだ。政府だって闇市の存在を把握しているし、排除させようと思えばできる。だが国民が生きていくためには闇市が欠かせないのが実情だ。2つの世界。北朝鮮では知的財産の所有と運用は法律で禁止されている。貯金額も定められており、1人当たり10万ウォン。したがって非公式なビジネスのやり取りは中国紙幣で行われる。うまくいけば新たに商売を起こし外貨を得る人もいることはいるわけだ。軍や政府のお偉いさんに賄賂を渡せばハーレムルートに行く人もいるだろう。こういった人々はもう上見沢で人並みの食事にもありつける。けれども国民の7割が今も配給頼み、貧困や飢餓は続く一方だ。結論。こういったわけで北朝鮮は2つの顔を持っている。一つは大きなビルが立ち並ぶ一見華やかな国。そしてもう一つはだだっ広い草原に明かりがちらほらついている貧しい国。しかもこれは電気が通っていればの話だ。
そしてトップは自らの影響力を維持しつつ破産せずにいるための援助を他国から得ている。もはや生きることが目的になっていると言ってもいいだろう。なんだ秘密警察か。あんたまた部屋を暗くして潜入者ごっこして早く仕事探しな。うわーやめてくれメス。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。